中谷さんは僕は紹介を受けたのがバンクアートの池田治さんです。最初で面白いアーティストがいるということで作品を見に行ったのが最初になりますかね。でそれ以来の縁で前回の第一の芸術祭では津南でやっていただいたというふうなことで、それがやっぱり素晴らしかったので、なんとかこのモネリニューアルの際につまりの物語っていうか、その時間っていうものの入り込むアーティストとしてなんとかと思って、マシモ・バルトリーニの空間だったんですが、なんとか折り合いがついてやれることになったというふうなことです。中谷さんです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでじゃあまず今回の、作品について、どういうふうに考えてどうやられてきたかを伺いますね。はい。そうですね。まず一番初めにお話いただいた時に、ここで何かできないかというお話で、つまりでお会いしたんですよね。でその時は、この本棚の前に壁を立てたらいいんじゃないかっていうご提案をいただいて、そのプロジェクトを家に持ち帰ってなって何ができるんだろうっていうのを考えていたんですけど、本棚の前に壁を立てるっていうこと自体がすごく不自然であるっていうことがすごく引っかかっていて、本というのは知恵なので、人間の知恵という意味なので、それを覆い隠して自分の作品を作るっていうことが考えられなかった、で棚に作品を収めるというのがこのプロジェクトに対する自分の反応であったなと思っています。ですごく30メートル以上ある本棚だと思うんですけど、その棚一つ一つ点在させる形でイメージとか物語とかそういったものが想起させるような彫刻群をはめ込めないだろうかっていうのが一番最初のアイディアです。でいろいろ苦労とか問題とかそうですね、ちょうど、2018年の大中の芸術祭で一度、越後妻有で、展示をさせてもらって、その時は、地域の方々に、おじいちゃんおばあちゃんが多かったんですが、聞き取りという形で、リサーチをすることができたんですよね。でここに来たことがない人間が、入ってきて何ができるんだろうっていうか、何のつながりもない状態でここで何かをするってなった時に、何か土地を踏み荒らすようなことにならないだろうかっていうのがすごく不安で、歓迎されているのかいないのかもわからないし、でも大抵の場所は全く知らない人間をいきなり心開いてどうぞって開いてくるっていうのはないと思っていたのですがその18年のリサーチに来た時に「こんにちは」って入って芸術祭のスタッフの方と一緒に入っていったら「あ、どうぞどうぞ」って言ってすごい寒い冬の日だったんですけど、こたつにまず通されて 1,2 時間ずつ何軒かのお家を回らせていただいて、昔のお話聞かせてくださいっていう。最初はすごくなんていうか恐縮をしていたんですけど、おじいちゃんおばあちゃんの昔の話がすごく鮮やかに浮かび上がってきて、眠くなってきてで眠くなってきた
たら「どうぞ」って言って昼寝でもさせてくれそうな感じでこう「ちょっとよろしいですか」って言って寝てしまいそうなぐらいこうその招かれたお家の方々がこうオープンにお話をしてくださったんです。私はアーティストをやってきましたけど、面と向かったら本当にどこの人間かも分かんない人に昔話を聞かせてくれて、お茶を出してくれて、漬物も出してくださって、で昼寝もさせてくれそうな、でこう窓の外を見たら真っ白で、こう物語が立ち上がってくるような感覚というか、記憶のそのおばあちゃんたちの話がこう全部こう白い雪の中に投影されていくようなイメージがあって、これもうなんかそのまま作ればいいじゃないっていう、こう何も無理せずに自分ができることをやればいいんだっていうことをまず思ったんですね。それで18年の作品が出来上がって、でまたお話をいただいたのが、コロナになる直前だったか、そうですね。そうです。でその後全く今回は聞き取りができない、関係性はただ唯一その2018年の聞き取りだけだったような気がしていて、そのなんかその18年の展示の作品のタイトルが「川の向こう船を呼ぶ声」っていうタイトルだったんですけど、その声がもっと遠くなってしまって、コロナで来れない関係性を結べない中でもっと遠くなったこの声に耳を澄ませながら作品を作ろうということで、今回の展示の作品のタイトルが「遠方の声」っていう、そういうタイトルになりました。なので、実制作期間は1年ぐらいだったと思うんですけど、ずっとその声に耳を澄ましながら、自分がどこにいてどこの声を聞いてるのかっていう、あと距離感とその白い雪の中に立ち上がってきた物語の存在感みたいなものを、手で作りながら確かめていくっていう、そういう制作期間でした。でこの中でこう12番目12枚です、ね、があるんですが、それはどういう物語を作られたんですかね。どういう物語なんだろうっていうのは、一貫性はないんです、一貫性、一つの物語ではなくて、こう一瞬だったり永遠にだったりとか、そういう作品が、物語の作品を作れたらいいなと思っていて、でも大事なテーマとして持っていたのは、労働と遊びと、休息っていうテーマを、持っていました。労働っていうのは共同作業と、そうですね、遊び、あと距離入るかな、そうですねの場面がこう見えてくるようなものになったらいいなと思っていました。